こんにちは。こんにちは。今回ね、久しぶりにね、20年ぶりでしょうかね、昔で大量に流行ったね、この草。見けたんですよ、山草のお店で。もう、10年以上見てなかったかな。カヤツリソウっていう仲間なんですが、はい、普通田んぼの中に生えるんです。で、白じゃなくて全部緑色なの。普通の。花が。普通の田んぼに生えてるのは。で、これは、ほら、白くなってるでしょ、てっぺんがね。で、白鷺が飛んでるように見える白鷺、カヤツリソウっていう名前なんですよ。これ水草なんですね。要するに田んぼの中に生えるから。だからね、育てやすい。もう真夏に咲く花なんですけど、一時流行ったけど、多分、増えんのが早いんで、儲かんないんで、山草屋さんが作るのやめちゃったかみたいな。うちにもあったんですけどね。で、これ、ちょっと分けてみようと思います。今日はあれですね、山野草の会ですね。そうなんです。すいません。言わなかったね。もともと山野草好きなんで、あっちこっちから懐かしいやつとか珍しいのあるとつい買っちゃうんですけど、これは久しぶりですね。これもだからちっちゃくなるってことですか？そうです。これをこのくらいの鉢で、こんな薄い鉢でこのくらいで咲かすことができるんですよ。そうすると夏の展示会、9月の頭ぐらいの展示会まではね、綺麗に咲くんですよ。涼しげなね。そうなの。そう、これ根っこで全部つながってんですよね。まあ雑草みたいに強いんですよ。だからね、山草屋さんも売れてもそんな500円とかね、300円って売ってたから、その当時儲かんないんでやめちゃったんだろうね。でもこういうね、野草的な山野草は盆栽の下草にはぴったりですよ。大地枯れないし。水につけっぱで大丈夫ってこと？そうです。水草の一種です。これは田んぼの中に生えるものだね。だからどんなにちっちゃい鉢にしても大丈夫なんですよ。今なかなか売ってないから貴重品なのかもしれない。地下茎っていうの、地下なんていうんだろう、こう地下でね、こうつながるやつね、こういう風にね、こういう風に増えるやつなんで。笹みたいな。そうだから意外と根っこを処理するときに生きてそうな根っこがあったら捨てない。これ埋めとくの。確かに出てきそうですね。出てきそうでしょ。で花がね、結構ね、6月ぐらいから咲き始めて9月の終わりぐらいまで。長いと11月まで咲いてるの見たことありますね。遅く咲くとね、だから肥料の具合だと思うんだけど、肥料を遅くやった人は遅く咲くから。これは多年草なんですか？多年草です。冬は葉っぱがちょこっと枯れた感じで残ってます。ススキとかああいう感じになるけど、でもちょっと残ってるね、やっぱりね。でどんどん増えるんでね。この長いのはもうこの時点では満開なので切っちゃうんですよ。抜くの。ほら、スッて抜けますから。ほら、こうシュッて、ほら。でこうやって地下からこうやって生えてくる。これが子供がどんどん出てくるわけですね。こういう状態でね。これね、子供が第一。捨てるとこがあんまないんですよ。一番小さいのはどれかな。でも花芽がついてた方が可愛いよね。これも花芽。ここはこうね、白くなってきた。これが花芽なんですよ。かすかにほら。そうなんですか。こう白く見えるでしょ。これがつぼみ。だからこう見て、これつぼみだなと思ったら、それを利用して植えれば。苔玉でも大丈夫ですね。よく苔玉にして教室で使いました、昔。真夏の苔玉はこれが一番ベストでしたね。枯れないから。本当はね、ここまで伸びる前に、こういう状態ね、まだ上に出てこのくらいの時に植えちゃうんですよ。そうするともっと短く、もっとこのくらいで咲きます。これ意外なんですけどね。でも何月ぐらいですか？じゃあ出てくるのが遅いのね。春一はね、まだ全然吹いてない。下に潜ってますから、5月かな。5月。5月の頭ぐらいにこのくらい出てくるから、そしたらその時に分けして、で伏せとくわけね。こうやって、こうやって伏せるっていうんですか、なんていうんですか、こういう状態でね、ここまで埋めといて、勝手に立ち上がってきて勝手に咲きますからね。そういう草あったらもうぜひぜひ。でこれを植えとくと、根が合うと思う。根が、
植えとけば勝手に増えますからね。夏のね展示会少ないけど、夏の飾り使いがいいですね。そうなんかちょっと夏飾ってって言われた時に、すごい涼しげな感じで、真夏ってほら花咲いてないじゃないですか。山野草も何もかも。なんでね季節感出ずにぴったりです。難しいのはこれが倒れちゃうんだよ。なんでここで一周巻いて刺します。本当はラハイヤで巻けばいいんだけど、キュッキュッってこれをこう巻いた時にキュッキュッってやらないでくるっと巻くだけだったら勝手にほどけますからね。ギュッてねねじっちゃうと根に絡んで根がね傷むからあれですけど、引っ掛けるぐらいで、引っ掛けるぐらいで、でその時にねこれ入れといてあげて、これをこうやってちょっとね足しとくの、そうするとね後からねこいつがまた上がってきて花になる。斜めになってもまっすぐなります、なります。多少斜めでも日が当たれば、日が当たってそっちの方へ行くからカンカンでやったらこれ、あんまり売ってないから知ってる人がいないかもしれないな。意外とやっぱり盆栽の下草っていうのが地味な方が多いから、面白いですけどね。動画は伸びないですね、あんまり。山椒は伸びないやっぱり。鉢も伸びないし草も伸びないですね。なんでかな。なんでですかね。なんでちょっとコアなんじゃないですか、こっちの方が。そうなんですか。これがね咲いてればいいんだけどね、咲いてないんですよ、残念ながらね。でもし気になるようだったらこういうのをちょっと倒れるのが嫌な人は取る。これでこれがこうだからこれがこうだからこうなりますから、でこれで10個作れる10個作れるこれで水につけとけば絶対枯れないです。これ水盤の上とかの、はい、水盤で結構ですよあと1週間、3日4日でこれが咲くんですよ、こういうふうにね。ね、こういうふうになるからでここのとこで咲いてるやつ使えばいいんだけど、ちょっと長いんだよね。ここにあるね、こうやって、こうやって開くんだ。そうことか。こういう感じになるんで、これも植えればできないことはないですね。咲いてないのと一緒にして。あそこにあったやつ違うんですか。どれ？向こうにはありませんでした、これ。ここに水に使ってるやつ。これ違うんですか。これ違うな。これ綿すげ。綿すげが終わって2番目の綿が生えてきたやつだから、ほらもう2番目なんでいらないのね、これスーッと抜っちゃうこんな簡単に抜けるんだ。そうスーッて上に向かってやると、掃除はこうやってやるんだけど、でも作り方大体一緒ですか。育て方も同じか。同じ。でも根から増えていく感じじゃないのかな。根っこから増えます。これ子供がここへ出てきてる。じゃあ本当に一緒だ。一緒ですけど、こうつながってるあっちの方が大きくなるからな。これ大きくならないから。時期は綿の5月の連休。5月の連休だから飾る時期がちょっと違うってことですね。そう、5月の連休にすごい量があったんですが、これはね持ってかなかったやつなんだけど、もうないよね。売れちゃって可愛いですねちょっと待ってね、パッパって植えちゃうから、これはもう生け花的に考えるしかないです。可愛いですね、やっぱ花あるとね。花あると可愛いでしょ。これをこけこんな簡単にできるんだったらさ、展示会の前の日でも作れそうでしょ。確かにね。でさらに水下に水盤引くから、水切れ絶対しないから。水辺の飾りですか。そうです。なんか木とかわかんないけど、カニじゃへんか。白鷺とかね。白鷺とか。カニでもおかしくないんじゃないですか。あとは鯉とかね。鯉なんかないか。水盤置いてこれと置いて。可愛い。おいしょ。やっぱ最初から大きくてもこっちにするべきだ。飾りで使いますね。はい。これが3日後はこうなります。このサイズがこうなりますから。いいですね。なかなかこれ使い勝手いいでしょ。次はですね、
岩タバコ。岩タバコ。岩タバコ今ちょうどね。これ2年ぐらい前ですか？あ、そんな前でしたっけ？去年でした？去年？刺して次の年の春に石につけた。そうか。じゃあ。だから刺したのが2年前だ。1年置いてある。葉ざしってやつです。そう。岩タバコの葉ざしといって、これをまずこう切りますね。これをこう切りますね。適当でいいんです、こんなのが。こう切りますね。これを泥鉢に刺しますね。ただ単に刺すだけで、切り口がここね、切り口を下に刺しますね。こうですね。なんか雑でいいんですけどね。切り口をとりあえず葉ざしつって葉っぱをこう切ったら刺す。これで終わり。で水につけると。葉ざしっていうのがそうですよね。結構酸素素あるから。がこれになる。でこれが根が葉っぱの切ったところから出て冬葉っぱ枯れます、岩タバコは。で根っこだけなってんですけど、その根っこと葉っぱのもともとあった元になんかぐちゃぐちゃぐちゃってした新芽が出るんですよ。新芽が変な形してんのね。刺すのが今頃で、次の年の3月の終わりか4月の頭ぐらいに掘り上げると根っこが出てて、そこに新芽があるんですが、新芽はこういう形ではなくてぐちゃぐちゃぐちゃってしてるの。分かんないかもしれない。でそれをこれに毛と土を使って新芽をくっつけたと。でそれが去年の話、で去年もすでに1回咲いてますこれ。で今年もまた咲いたなと思って眺めてた。だからその前の状態を知らない人は、これがこうなってそれがこうなったわけですね。だからだいぶ持ち込んでますよ。これ何色でもね、これたまたま白でしたけどね、白綺麗だね。ピンクが多いから。ピンクが多いですか？白いいですね。でも白いいですね。もともと岩タバコっていうぐらいだから、岩にこうやって生えるもんなんです。だいたいこういう風に生えてるのね。でこれだとね、可愛くないからね、こうポッと、まあまあまあ、なんだかよくわかんないから。乾燥すればタバコとしても吸えるんでしたっけ？そうなの？岩タバコ。そうなの？わかんない。こちらだからこれの紹介ですね。はい。可愛いです。今山野草はだいたいそんな感じでこうやってギュッてやってもったいないから刺しとこう。日陰です。日陰。これはもう完璧日陰です。であとはいろいろ今だとギボシ、ちっちゃい鉢入れようと思ったら、こんなでかい鉢に入れちゃった。すみません。大学選んだ？俺自分が選びました。違うよ。これに入れようと思った。そんなちっちゃいのに入るの？入りますよ。ちょっと油断したら。これギボシね。今の時期っていうのはどういう？今の時期で遅い方ですね。ギボシはね、早いとね5月から咲き始めて、遅いと秋風ギボシって言って9月に咲くのもある。今はもうどこでも咲いてるんじゃないかな。これでは花芽？花芽です。紫の花で可愛いですよ。で葉っぱがこれ綺麗でしょ。これ常緑じゃないです。じゃないです。なくなります。多年草だけど冬は何もないです。これもないですよ。もちろんないから捨てないようにちゃんと札をつけて、並べとかないとみんな捨てちゃう。ついでにこれの宣伝。ついでにこれも。これはアジサイですって言うとって皆さん言うんですけど、定山アジサイって言って今花満開ですよね。これが実になるんです。実ができる。はい、こっちはもう実になってますね。これが真冬にまん丸いブドウみたいな実になって青い実なんです。普通のアジサイって実できるんですか？できません。できないですよね。種はできますよ。実にはなんない。それで葉っぱが常緑です。冬でもあります。なのにアジサイという名前で本当はアジサイじゃないんじゃないかなと思って。かもしれないですよね。ちょっと性質が違いますよね。でも定山アジサイで検索すればアジサイで出ますもんね。これがねアジサイだからね、この先っちょをね
ね、こっちは実になるから、はい、置いといてね、これをね、切ってね、この先っちょね、大きいとこだけ軽く切っておいて、はい、これをプスッと刺す。ブスーって。ね、これでつきますから。そこはアジサイと一緒なんですね。そうです。アジサイと一緒なんです。それで、これが、ここら辺で花が咲くかな。結構ちっちゃく。うん、先端ちっちゃいですもんね。先端刺しって言って前も言ってるんですけど、先端がついてるやつを刺すとここ花芽入っちゃうんで、うちで去年刺したやつ持ってきましょう。花咲いてるから。でもそこまでちっちゃいはしてなかった。これね、去年刺した大きいとこにね刺してみたら、でもちゃんと咲いたのね。もう実になってますけど、一目刺ししたらこんなに増えちゃってさ、今年もまたこれを切って、今度来年はここで、ここで咲かそう。綺麗でしょ、2月ぐらいすごい綺麗だから1月2月の展示に飾れるよこれ、ね、珍しいもん。あんまり売ってないので真冬はやっぱ花の時期にしか売らないから山野草は、そうすると今これギリギリ売ってるとこではこの状態で売ってるけど、真冬の状態では手に入らないので、年明けて来年の年明けて売ります。実がなってるのを見本として、子供ね、こっちを売るこっちをでぜひ名品店か国風かな。そうだね、その辺で。そうですね、丈夫なんですよ。アジサイよりカンカン照りで平気。こっちの方がいいじゃないですか。じゃあしっかりしてるでしょ。硬い。そうアジサイ葉っぱもっと大きいですよね。そうアジサイもっと大きいからこれの方がいい。これちょっと欲しいな。これも山野草のお店とかって見つけたんですか？昔からあって。昔からあるんだ。あるんだけど売ってないのなこの子。でこの間山野草のお店で3鉢だけあったんで、とりあえず買っといて、でそれを刺して増やして、ほらあそこにいっぱい、いっぱいある。あれ葉っぱ大きいですけど、あれをまた一目ずつ切って100個ぐらいできるんじゃないかな。100個ぐらい。じゃあね、来年はい来年ちっちゃいの欲しい人はぜひ買いに来てください。あとは山野草ありますか？山野草はさっきのかな、今咲いてるのって言ったら、これの可愛いのどこやったの？これ石付きの屋久島の割れもこ。これが本土だと葉っぱがこんな大きくて、丈がこんなんなるの。こんな大きいんだ。大きいですよ。こんなんなりますよ。全然違うじゃないですか。いやこれは特に詰めて石付きだから。毛と土でつけてあって、この辺に雪の下生えてます。花です。花。これはもうねいっぱいあったんだけど、この間植木市、富士の市でいっぱい売れちゃったこれが今の時期で咲いてて、あと山野草はやっと増えた。種が飛んで増えてって増やしてたのやっと生えてきた。大雪山音切草。黄色い花が先端咲いてるんだ。そうですね。でこれをねこう取るでしょ、でこれがね豆鉢にキューッと入るんですよ。綺麗。そう大雪山だから、北海道のね大雪山の音切草で、これが一番ちっちゃい。さっきの煮干し、これ種になっちゃってる。ほら種になってる。こんな感じなんだ。種になっちゃってる。これはもう有名だから知ってるよね。勝手に生えてるみたいな。ネジ花。これネジ花。花じゃない。それは音切り草。これは苔音切り草の仲間で、さっきのがこれだから、これが大雪山ね。これ日本で一番ちっちゃい音切り草。苔音切り草っていう割には大きいのは、これに養分がありすぎたの。もっとちっちゃくなる。もっとちっちゃくなる。さあ何でしょう。わかんないですか。赤い実がなるやつ。赤い実？草ですか？ヤブコウジっていう草です。これ一本植えしといたら子供がほら根っこで増えるんで出てきて、今花咲くでしょ。咲いたら赤い実がなるんです。お正月の？
うん、そう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 。こういう風になっちゃうでしょ。ほっとくと。ほら。そうですね。こういうの見ますね。ぐちゃぐちゃでしょ。これ子供が増えすぎてんですよ。これね、ここで切ってね、刺すんだよ。硬いやつを。そうするとちっちゃいのできます。今咲いてるからね。咲き終わって実が止まってから刺すか、咲く前に刺すかどっちか。今咲いてる咲いちゃダメだ。違うね。ほらほら。赤い花ですね。これが水引き。よく野原に林の中に咲いてるやつ。これの種まいたんですけど、こうやってピーって取ってね。不入りの水引き。これをちゃんと鉢に植えてあげるとすごい可愛いの。これ大きくなりすぎ。そうですね。野生味がありますね。これはもう種取るよ。そう。これ花はこれ満開なんですかこれ。これで満開ですね。ちっちゃいんだ。ちっちゃいですよ。でこっちも咲くけどね。で茶色くなったらこうやってしごいて取って巻く。葉っぱが向こうに鉢入ってるの可愛いから。葉っぱだけでもね。葉っぱがね模様があっていいですね。誰かお客さんのお庭のところの裾のところに生えてたんで種ちょうだいっつってビューって持ってきてパラパラって巻いたの。短切り豆種まいたらこんなに出ちゃったもみじ。これ赤葉のもみじ綺麗だよ。網伏せしてる。網伏せをして取ったところ曲がってるこれ葉っぱが真っ赤になるもみじ。ほらすごいでしょ。なんて種類ですか。わかんない。山もみじです。今年出が悪くてなんか全然出てこないの。なんでしょう。これイチョウね。なんだろうね。出てこない。なんだろうね。これも出てこない。これも出ないでしょ。これも出ない。本当だ。なんで出てないのかわかんない。これとこれとこれとこれもいっぱい巻いたのに欅が出なかった。欅があんまり出ない。不思議です。これはあれですよ。これはヤブツバキ。ヤブツバキ。ここだけもこれねすごいですけど。出なかった。何かしたかなと思って。これは出た。小松菜。これは孫が拾ってきてバラバラって置いていっちゃったらこうなりました。クヌギとクヌギだね全部ね。これでもね今年早いなと思ったのがね、桜の花芽がもう確定してますね。これ旭山なんですけど、これ花芽ほら花芽がね早いよね。もう確定しました。こういうとこほらこんなにいっぱい。これ去年ね咲かなかったやつ。取っといたら今年はいっぱい花が咲いた。こっちの方がまだ可愛いね。こんなちっちゃくても咲くんだよ。ね。挿し木して1年で咲きます。もう確かにこれだけの動画撮ったっけ。撮ってましたよね。撮ったと思います。あそこに親ある。はい。というわけでいろいろ紹介していただきました。今の時期ねちょっと花少ないんですけど、夏乗り越えて9月になればまた萩とか結構咲くんで、草盆栽の斧としてはそうだ、草好きなんで、楽しい季節が9月になるとやってくるかな。今のうちにせっせと手入れしております。やっぱ9月が一番いいんですか。やっぱ5月6月が最盛期だけど、でもほら展示会夏ないから9月になれば始まるからね。最後菊が咲き終わるのが11月なんで、そうすると大体秋画ぐらいまでにいろんな山野草、大文字草とか結構咲くし楽しいかなと思います。はい、ぜひですね山野草皆さんもやってほしいですね。そう小さくなるしでお知らせが上野グリーンクラブ常設売店2割引セールは7月16日から26日まで、全品2割引き、赤いシールは除外します。赤いシールは道具についてます。本と道具かな。それはシールがついてるのは除外ですけど、あとは棚下から棚の上から何万円もする鉢まで全部2割引きです。どなたでもお買い上げください。9時から4時半まで。
無給です。無給で、ははい、雨天結構です。い、やってます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい。お待ちしてます。結構いるんで2割引きセール。会いに来てね。会いに来てね。はい。